あとはそうだな、チョッパーにして一番最初に探したパーツはこのチャンピオンのプラグキャップですかね。ああ、それもヴィンテージですか？そうです、当時もので、ボバーの頃はもう全く全然気にしてなかったんですけど、チョッパーにした瞬間にやたらこのプラグキャップはチャンピオンがいいって急に思って探し出して、でもやっぱそれでもね、今となっちゃもう全然出てこないですよね。そうなんだ。しかも関さんはコイルカバーもジェネカバーももちろん、つけてですね。まあさっき言った通り、そのね、現代的なところはなるべく隠したいっていうので、意外とねここ隠さない人いると思うんですけど、ホグ車両は結構隠してる車両多いと思うんですよ。そうですよね。僕も最初乗り始めた時は全然分からなかったんですけど、そうですよね、最近見るようになってだいぶ気になり始めて、だんだん掘り下げていくと気になってくるところなんですよね。そういうなんかパッと見のところじゃなくて、これちなみに関さんってペグないっすね。ペグはチョッパーにしてもらった時についてたんですけど、ペグって畳めるじゃないですか。畳んだ状態で初めて最初乗って、そのまんま使わずに乗ってたんですよ。そしたらそもそもこれいらないじゃんと思って取っちゃいました。あ、そうなんですね。どこに足乗せてるんですか？もうクラッチとブレーキですね。でも基本そこに乗ってるんですね。そっちの方が安全運転だと思うんですよね。まあ確かにとっさな判断ができるんで。確かに。こっちは？こっちブレーキ、そのまんま。だからね、すごい立ててるのは乗せやすいためにわざと立てて。まあ確かに合理的ですよね。全然こっちの方が安全運転だと思います。確かに。またそっか。いいパーツといえばこれぐらいですかね。シカゴの当時ものの。当時ものの。オリジナルのアルミなんでね、なかなか見かけなくなっちゃったと思う。そっか、アルミがゴムのねありますね。そうですね。あとベイクライト。多分40年代か50年代ぐらいの。そうなんですね。じゃないですかね。あとはこの SU キャブですかね。もともとリンカーとついてたんですけど、ちょっと物足んなくなって、なんか現代のじゃないけど、ちょっとなんかキャブ変えてみたいなと思ったら、なんかバズがちょうどよく持ってて、それちょっとつけてみていいってつけさせてもらって、ありがとうございます。全然違う。走り出しがやっぱもともとそのリンカートで乗ってた時から変えて急に乗り出す時はこうなるぐらい、そんな違うんですか？なるぐらいやっぱトルクがついてる。今はもう慣れちゃったんで普通に走るけど、慣れない頃はリンカートのつもりで走り出すと結構首置いてかれるぐらい。ホグだとあんまりいないですよね。みんなね、まあリンカートはかっこいいですからね。リンカートじゃああれですね、結構全体的に関さんやっぱこう走る都内とかをそうですね、機能的に走れる、走りやすさ重視ではありますかね。ただまあね、ずっとついてるんで変えるつもりはないですけど、これ本当暑い季節、信号待ちとかすっごい暑いですよ。やっぱそうなんですか。かっこつけて乗ってても実はここだけ超暑いんですよ。低温やけどしちゃうみたいな。クリスタンクって出てますもんね。なんで出てんですかね。確かに。なんで出てんですかね。オイル交換しやすいですけど、まあ確かにそうですね。それぐらいしか結構メリットない気がしますね。いっぱい入りそうで別にそんなにね、普通のやつと変わんない気がします。結局3本ぐらいしか入れないじゃないですか。これはちなみに何なんですか？ちょっと年代は分かんないですけど、アメリカ海軍の武器庫の南京錠みたいです。で鍵とセットで買ったんですけど、買った日に鍵なくしました。じゃあもうこれ開かないんですか？そう、開かないです。今まで走っててなんか大きいトラブルとか事故とかありました？一回焼き付きありました。そうなんですか？焼き付かせました。それはどういうシチュエーションだったんですか？もう金沢行って、まあボバーの頃なんですけど、多分飛ばしすぎたんですよね。飛ばしすぎでロング行ったんで焼き付いちゃったみたいです。高速で焼き付いちゃったんですか？でも完全に焼き付いたっていうよりは、まあ正確に言うとピストンの中のクリップが取れちゃって、シリンダーの中が傷だらけになっちゃってたっていうだけなんですけど、まあオーバーホールをしたっていうので、金沢行って帰ってきて、オイル見たら空っぽだったんですよ。そうなんですか？であれやばいなと思って入れ直したら白煙吹き出したんで、持ってったらまあ結構重傷だっ
ったみたいでやらかしましたね。結構大手術だったんですね。まあ一通り腰上オーバーホールでケースは変えました。そうなんですか。はい、それやっぱ走ってる時に分かるんですかね。いや全然わかんないです。分かんないですか。全然わかんなかったです。そのオイルが空っぽであれと思って、でその後オイル入れたら白煙吹いて、でもまあ全然普通に走るけど、その白煙がやっぱり気になったんで持ってったらって感じですね。そうなんですね。まあだからその高速走ってる時にオイルが焼けて、その時も多分実は白煙バンバン出てたのかもしれないですね。今自分でもちょっと意識してなかったんですけど、なぜかリアにだけペグがあるんですね。確かに。いや僕さっき思いましたね。引き算の美学とか言っていて無駄なものがついてますね。これ後ろになんかお子さんの多分ね、一回妻乗せた時があって、それ用につけたのをそのままつけっぱなしになってるだと思います。シートとかも珍しいですよね。このヌバックっていうんですかね。これでもホグが多分どっかに外注出して作ってた、チョッパーにした時についてきたシートなんですけど、滑んなくていいっすよ。そっかそっか。しかもここも結構角度ついてるからね、あんまり後ろにもそうですね、滑んないしで乗りやすそうですね。そうですね。そういう意味でも乗りやすいですね、全体的に。マフラーも最初からこれなんですか？マフラーもそうです。ただエンドをちょっと伸ばしてくれて、チョッパーにした時にもともとこのぐらいの普通のなんていうのかな、トランペットのそうちょっとこう広がった感じのだったんですけど、そこを一回切って伸ばしてくれましたね。あとはこのシフトノブですかね。この顔でいい女ぶってる感じがちょっと気に入っちゃって、しかもブラスゴールドで、これもホグでボスが持ってたのを譲ってもらったんですけど、あとはさっきこれとつながるものなんですけど、このメーターのここね、実はこう乳首みたいにポンって出てるんですよ。それやっぱりちょっと気になるとね、隠したくなるもので。濃いんですかそれ？そう、これモジャスがパンティードロッパーで多分出したと思うんですけど、メキシコのコインがついてるのかな、これは。ここは気にする人は気にするけど、意外とね、最初に手つけるところじゃないんで、ちょっとマニアックな、外装はもうこれでいいやっていうのがあるんで、自分はこれを気に入ってるんで。もうじゃあ結構完成されてる感じですか？そうですね。スクープ、これはあれです、ボスがスクープつけて、それを金メッキにペイント出してる。これ何タンクっていうんですか？ベースはピーナッツ。ベースはピーナッツなんだ。結構持ってなんかね、スクープしてる。鉄板をこういう鉄板をここにつけて溶接してって感じでしたね。あとはそうか、こういうなんかむき出しのボルトは全部袋ナット系にして、揃えてんだ。あとこれか、結構ね、それかっこいいですね。これは最初からついてた？いや、これはボスが作ったんですけど、オリジナルで。そうなんですか。で他の車両についてるの見て、あるよっていうからつけてもらったやつなんですけど、なんか元ネタはリア用のペグを上げるやつがあるみたいなんですよ。要はリア用の純正とかってこの辺につけるじゃないですか。そのペグの角度を上げるためのやつが元ネタらしいですけど、それをライザー用にしたみたいなんですよ。で前のボバーの時がそのヘリングスのこっち系のハンドルだったんで、やっぱ遠くなんですよね。ちょっと近づけたいなっていうのでつけてもらったやつがそのまま、今もつけてる。ちょっとまた上がってみてもいいですか？どうぞどうぞ。確かに乗りやすいっすよ。ブレーキとかに足置いてもらうと分かると思うんですけど、ペグいらないんですよ。確かに暑いですね。もう止まって30分以上経ってますけど、まだ暑いですね。信号待ち本当きついですよそれ。関さん、車両紹介ありがとうございました。ありがとうございました。